様こんにちは、セリナです。今回は2月9日にリニューアルをしたランコムの大人気ファンデーションタンイドルウルトラウェアリキッド N をご紹介していきます。デボコスのファンデーションといえばランコムのタンイドルというくらいリニューアル前もかなり人気のアイテムでしたが、今回のリニューアルで高いカバー力はそのままにより薄膜になってさらに保湿成分がアップしたとのことですので、実際にリニューアル前と後でどんな感じに変化をしたのか、塗り心地や仕上がり、自然光で見た時の違い、そして4時間後のマスク崩れについてをご紹介していきます。また昨年の11月に発売された高保湿でツヤタイプのケア&グロータイプとも比較していきますので、それぞれにどんな感じの特徴があるのか少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメのご紹介や人気のファンデーション比較、4月16日より価格改定をするクレド44点の下地全種類比較、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ランコムタンイドルウルトラウェアリキッド N、 24時間崩れないウルトラファンデが進化。皮脂吸着パウダー配合のウルトラネットが様々な表情の動きに対応。汗や皮脂に強く24時間崩れない。ケア成分配合で一日中肌をいたわりながらメイクできる。またしっとり感が続くのでロングラスティングは乾燥しやすいという常識も覆す。進化した薄膜密着テクノロジー搭載で24時間崩れない。もっと呼吸できるような薄さと軽さで肌を自由に。気になる部分はカバーしながらも近くで見ても厚塗り感のない自然な素肌感。ナチュラルマットに自然なツヤ感も搭載。そして 100% リサイクル可能ボトルで 25% 再生ガラスを使用。それでは早速リニューアル前とリニューアル後を塗り比べて違いについて見ていきたいと思います。今回のリニューアルについて BA さんにお伺いしたところ、カバー力はそのままにさらに薄膜になって保湿成分がアップしたとのことでした。ではまずこちら側にリニューアル前を塗ってみます。リニューアル前はこんな感じで軽くてさらりとしていて肌にピタッと密着してくれるような質感でした。そしてカバー力も高いので一塗りでもこんな感じで肌の赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれます。続いてこちら側にリニューアル後を塗っていきます。リニューアル後はかなりしっとりとした質感に変化しています。伸ばしている時点でも肌をしっかりと保湿してくれそうな感じがするので、リニューアル前だと少し乾燥が気になったという方にも使いやすくなったんじゃないかなと思います。はい、こちら側にリニューアル前、反対側にリニューアル後をそれぞれ一度塗りで仕上げてみました。まず仕上がりについて比較をしてみると、一度塗りでも肌の赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれるハイカバーなところは変わっていませんでした。ただ質感がかなり変わっていて、リニューアル前はみずみずしくてさらりとしている質感で肌にピタッと馴染んで肌表面をサラサラに仕上げてくれるような質感だったのに対して、リニューアル後はベタつき感を抑えた軽くてふわっとしている保湿クリームのような質感で肌に柔らかく馴染むという感じだったので、この質感の違いでリニューアル前は毛穴や凹凸をフラットに整えてくれる仕上がりなのに対して、リニューアル後は肌を柔らかくふんわりと補正するような違いがありました。どちらもハイカバーなセミマット肌という印象ですが、やはりリニューアル後の方がセミマットな質感にも柔らかく光を放つような絶妙なツヤを感じられるので、毛穴や凹凸を感じさせないフラットな仕上がりから柔らかくてふんわりとした立体感を感じる仕上がりに変化したという感じがします。質感だけ見るとリニューアル後は崩れに強いファンデーションというよりも肌を保湿してくれるスキンケアファンデーションといった印象を受けたので、結構違いを感じるリニューアルでした。そしてカラーについても BA さんによると、リニューアル後の方が少し明るさを抑えた色出しになったとのことですが、今回どちらも同じ標準色の BO02 というカラーを使用していますが、比較をしてみるとリニューアル後の方がカラー自体も少しナチュラルになっていて、立
体感が出る仕上がりなので、よりリニューアル前後でカラーの違いを感じました。カラー選びの際は、もともと使われているカラーからワントーン明るめのカラーを試してみてもいいんじゃないかなと感じます。では、それぞれさらに上から重ねていきます。リニューアル前は軽くてピタッと肌に密着するような質感なので、重ねていってもこんな感じで、どんどん肌をしっかりとカバーしていって、毛穴や凹凸もフラットに整えてくれるタイプでした。リニューアル後も軽くて柔らかいテクスチャーなので、重ねていっても厚みが出る感じはしませんが、ファンデーション同士がピタッと密着してカバー力が増していきます。やはりこちらはどんどん重ねていっても、ふわっと柔らかい印象の肌に仕上がっていきます。はい、どちらも気になる部分に何度かしっかりと重ねてカバーをしてみました。近くで見てもこんな感じで、リニューアル前もリニューアル後も変わらず高いカバー力で、ニキビ跡などの気になる部分もしっかりとカバーしてくれます。ただ、やはりリニューアル前は重ねていくとどんどん肌がフラットに整っていくのに対して、リニューアル後は重ねていくとカバー力はしっかりと増しつつ、厚塗り感のないナチュラルさと立体感を残してくれています。これだけカバー力が高くてセミマットな仕上がりなのに、立体感が残る仕上がりというところがとても綺麗だなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると、よりリニューアル後のセミマットな中にも程よくツヤを感じるような絶妙な質感の違いが分かりやすいと思います。どちらもハイカバーな仕上がりでとても綺麗です。そして香りについては、どちらもほんのりと甘さを感じるようなスキンケアのような香りがする程度で、香りの強さや香り自体に変化は感じなかったので、問題なく移行しやすいと思います。では、同じランコムのアブソリュエッセンスインパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。リニューアル前は夏場でも汗や皮脂崩れにかなり強いロングウェアタイプでしたが、リニューアル後はかなり保湿感がアップした感じがするので、崩れがどんな感じに変化しているのかとても楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしたので、崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。リニューアル後はかなりしっとりとしていて保湿感がアップしている感じがしたので、崩れについてはどんな感じかなと思っていましたが、このくらいの距離で見ると塗りたてのカバー感も保ちつつ、しっとり感は持続するのにベタつきが出ている感じも気にならなかったです。ただ近くで見るとこんな感じで、リニューアル前は軽くて肌にピタッと密着するようなタイプだったからか、マスクの摩擦にも強かったですが、リニューアル後はやはり保湿感がアップする分、厚塗り感は出ないですが、ファンデーションに少し厚みが出たからか、マスクがよく当たる位置はファンデーションのハゲが少しだけ気になりました。ただ、肌表面を触った感じは、リニューアル前と同様、小鼻の横なども全く皮脂によるベタつきなどは感じなかったので、これだけ保湿感がアップしたのに、ベタつきや崩れに強いままというところはとてもすごいんじゃないかなと思います。リニューアル前はかなり崩れに強い分、冬場には少し保湿感が物足りなくて、別のファンデーションに切り替えているという方も多い印象だったので、今回のリニューアルで一年中使いやすいファンデーションにより進化したんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。続いてはこちら、リニューアル後のターンイドルと昨年の11月に発売された保湿感とケア効果が高いケア&グロータイプを比較してみたいと思います。こちら側にはすでにリニューアル後のターンイドルを塗ってある状態なので、反対側にケア&グローを塗っていきます。ケア&グローはこんな感じで、リニューアル後のターンイドルよりもさらにみずみずしくて伸びがいいです。ただこちらも伸ばしていくとすぐに肌にピタッと密着をしてくれるので、保湿感が高いからといっていつまでもベタつきが残ってしまうという感じではないので使いやすいです。はい、こちら側にはリニューアル後のターンイドル、反対側にはケア&グロータイプをそれぞれ何度かしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。リニューアル後のターンイドルはセミマットな質感の中にも程よくツヤのニュアンスを感じられると思いましたが、
やはりツヤタイプのケア&グロータイプと比較をすると、ターンアイドルの方がふわっとしたセミマット肌仕上がり、ケア&グローはツヤツヤしすぎない程よいツヤ仕上がりという違いがあります。そして近くで見るとこんな感じで、ケア&グロータイプはカバー力もありながらも程よく素肌が透けるような質感なのに対して、リニューアル後のターンアイドルは厚塗り感がないけれど肌をしっかりとカバーしてふんわりとした印象を与えてくれています。どちらもしっかりと肌を起こして潤いを与えてくれるような保湿感を感じるテクスチャーでしたが、ケア&グロータイプの方がみずみずしくて肌にピタッと密着するような感じだったので、肌への密着感も感じつつ、水分と油分どちらの保湿感も欲しいという方はケア&グロータイプがおすすめ。滑らかで肌を柔らかく保護するような保湿感が欲しいという方はリニューアル後のターンアイドルが使いやすいんじゃないかなと思います。高保湿タイプのケア&グローと比較をしても、リニューアル後のターンアイドルは保湿感が物足りないという感じはしなかったので、やはりかなり保湿力がアップしたなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると顔を動かした時のツヤ感の違いとカバー感の違いがより分かりやすいと思います。そしてカラーについてはどちらも同じ標準色を使用していますが、ケア&グロータイプの方がワントーンからツートーンほど明るく感じます。リニューアル後の色出しがかなりナチュラルになったのが分かりやすいと思います。香りについてはどちらもスキンケアのような香りですが、ケア&グローの方が香りが強めです。では、パウダーを塗って4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきます。4時間後の肌はそれぞれこんな感じでした。リニューアル後のタイトルはやはりテカリや崩れに強かったですが、何度か重ねてカバーした部分は少しファンデーションのハゲが気になる印象。ケア&グローは小鼻の横を中心にテカリが出てきているのが気になる印象です。つけている間、どちらも同じくらいしっとりとした保湿感が持続していました。はい、ではこんな感じで2月9日にリニューアルをしたランコムのターンアイドルウルトラウェアリキッド N をご紹介していきました。今回のリニューアルは何といってもリニューアル前のカバー力の高さや皮脂崩れの強さはそのままに、保湿力がかなりアップしたというところが大きなポイントになっているなと思いました。塗りたてはもちろん、つけている間も保湿成分が高いケア&グロータイプと同じくらいの保湿感を保ってくれているのに、皮脂によるテカリやベタつきが全く気にならなかったので、よりいろいろな肌タイプの方に使いやすく進化したんじゃないかなと思います。リニューアル後もとても優秀なファンデーションでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。